完成しました。ゴッドバラ。なんか杏仁豆腐みたいなね、とにかく強いけど強さをちょっと忘れるぐらい甘さ、芳醇な感じの甘さ、この杏仁の香り、これもアマレット由来のね甘さで、ウォッカの甘さと杏仁の甘さが一緒になってて、強いけど飲みやすいっていう感じのカクテルの一つじゃないですかね、これは。また逆にこのウォッカの甘さが際立つカクテルの一つかもしれない。ウォッカってこんな甘いんだと思うような、実際飲んだ時ウォッカってそんな甘いもんではないけど、このアマレットが入ることによって、なんかウォッカその良さがちょっと一つになってるなっていう。またゴッドマザー、ゴッドファザー、あるけど、あとウイスキーとはまた全然表情が違うっていうかね。このゴッドマザーはどんな方におすすめしたいカクテルですか？最後の締めの一杯、ちょっと強めでキュッと、寝酒でいいんじゃないかな。寝る前に、もう帰って寝るだけだとか、そういう感じのシチュエーションの人に、最後一杯。ゴッドマザーのバリエーションは何かありますか？バリエーションはそれこそゴッドファザー、あとはフレンチコネクションになってるとアマレットとブランデーになったりとかさ、でもこのアマレットって使い勝手がいいって言ったら変だけど、ジニエールで割っても美味しかったりとか、ソーダで割ってもいいし、とにかくこの、誰でも一度は味わったことあるようなニュアンスを持ってるお酒だから、アマレットっていうのは。ゴッドマザーを何か自分でカスタマイズする方法とかっていうのはありますか？もうこれが完成。これはまだちょっとやっぱ強すぎるから、やっぱウォッカとアマレット1対1ぐらいの方がいいかもしれない。逆にね。でそれが甘さはちょっともっと甘くなるけど、それで、飲むのがいいんじゃないのかな。家で飲むんだったら、こうアマレット好きだったらたまんないけどな、やっぱり。これに
アマレットにちょっとウォッカ入れるとか、だけどほらそんなにレシピってあるけど、そのレシピ通りじゃなくていいから、アマレットたらっと入れてウォッカたらっみたいな感じでもいいし、だからほんとスプーン1杯ウォッカでもいいし、あとはもう本当にウォッカが強いの飲みたいんだったら、ウォッカにスプーン1杯のアマレットとか、香り、ちょっと強めのウォッカを、香りのいい甘さのあるウォッカを飲んでるようなイメージっていうかね。自由なんですね。自由だね。ゴッドマザー、カクテル言葉が、無償の愛だそうなんですけど、マスターは無償の愛だそうなんですけど、マスターは無償の愛ってあると思いますか？そうだね、無償の愛ね。でもやっぱ本当それは男性とか女性とかじゃないよな。特にやっぱ無償の愛なんて、親になったら子供に対しての無償の愛とか、結婚した女の人に無償の愛とかさ、まあ彼女とかっていうのは難しいかもしれないけどさ、その命に対しての愛みたいなジュース。すごいアーモンドの香りが出てきたよ。あ、ちょっと時間が経っても美味しいんだね。甘いね。ジュース。このカクテルはゴッドマザーと称され、その名の通りどこか慈愛に満ちたぬくもりを感じさせる一杯です。起源は明確ではありませんが、1970年代にアメリカで広まったとされています。ベースはウォッカを使用し、アーモンドの豊かな香りが特徴的なアマレットリキュールを加えることで、その味わいに奥行きを与えています。シンプルながらも洗練されたこのカクテルは、落ち着いた大人の時間を演出するにぴったりのチョイスと言えるでしょう。興味のある方はぜひお試しください。皆様の新たなお酒との出会いを心よりお祈り申し上げます。